緊急発表。今回なんとプロの作曲家さんから楽曲の提供をいただきました。その方とはジョジョ3部のオープニングテーマスタンドプラウドをはじめ多数の大型タイトルの楽曲を手掛けている若林貴嗣さん。いただいた楽曲は1戦目の後半から。おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画は新しく実装されたアブブルだよ。よろしい。この私が相手になろう。今シーズンは第3部からモハメド・アブブルが参戦。爆発、炎上効果がある射撃とスタン効果のある自衛スキルを併せ持つ中距離射撃キャラ。通常射撃は炎のアンクを飛ばし着弾地点に爆発と炎上を発生させるクロスファイヤーハリケーン。与えるダメージはアンクの直撃、着弾時の爆発、着弾場所に残る炎の3種類で構成され爆発と炎上はガード不能。また従来の射撃タイプと違いスタンドオンで構えを取ることでスキルの発生速度アップ、精神力の自動回復効果を得られる。直撃時の合計ダメージが高い分発生、連射が遅く射程距離も長くないが屋内や高台にも攻撃が狙える独特な射撃だ。また、キラのシアーハートアタックを使われた際自分よりも近い距離を炎上させた場合にのみだが短時間足止めをすることができる。実戦では相手も詰めてくるといった要素もあるため勝手は違うので注意。次にカーソルで指定した対象をスタンさせ行動を中断させるレッドバインド。対象指定型のためガードや回避スキルを無視してスタンをさせることができる。近距離戦における自衛手段になるほか、ペア戦では敵の動きを止めて相方に追撃してもらうこともできるため扱い方次第では非常に強力。ただしスタン時間はほんの一瞬のため過信をしないことと使用後の行動や相手との距離には要注意。従来の対象指定型スキルのようにスタンドオン状態でわずかに射程が上がるが、このスキルは特に重要なのでしっかり射程を延長させて使おう。アルティメットスキルは炎のアンクを乱れ打ちして前方を攻撃、炎上させるクロスファイヤーハリケーンスペシャル。単発火力が高く大きなダメージが期待できるが弾道に癖があり、エフェクトで相手も見えづらいため複数ヒットさせるには慣れと状況の選択が必要。他の射撃キャラとの打ち合いは苦手なアブブルだがこのスキルに限っては圧倒的な火力と制圧力を誇るまさに切り札的存在。それでは本編行ってみよう。今回はペア戦、相方はポルナレフだよ。予言しよう。生き残るのはこの私だ。アブブルを使ってみた印象としては今までのどの射撃タイプとも異なるかなり特殊なキャラ。通常射撃は見た目とは裏腹に歌教員やナランチャのような長押しで発射や連射をするタイプで、慣れないうちはかなり戸惑う。構えを取った状態で射撃を行えば発射は速くなるが連射や弾速が遅く、射程も短いため対面の相手に安定して命中させるのが難しい。よって射撃キャラでありながら他の射撃持ちとの正面切っての打ち合いが苦手。通常射撃の強みは放物線上に飛ぶ関係で起伏の激しい地形でも狙っていけるところや、爆発と炎上によって屋内、高台にいるような相手に対しても脅威を与えることができるところ。他の強みはレッドバインドの存在とアルティメット一発目の解放の速さ。レッドバインドの射程は近距離タイプの標準的な攻撃リーチより二回り弱ほど長く、それよりもリーチが短く移動スキルを持たない相手に対してかなりの優位性を持つ。ペア戦ではスタン中さらに相方に追撃してもらって一気にダウンまで持っていくこともできる。ただし間合いを誤ると精神力が切れたところにもろに攻撃される形になるので使うタイミングや地形には注意したい。そしてレベル3でアルティメットを解放できる必要チップの少なさによって配分がやりやすく、必要チップが多いキャラとの相性がいい。といった具合にアブブルはペア戦適性が高い中距離射撃キャラとなっている。さて正面方向にプレイヤーの気配。体力も万全なことだしクロスファイヤーの爆発で追い出して仕掛けていこう。オーケー。この俺がぶった切ってやるぜ。うぬぼれが強すぎるぞ。ポルナレフ、クロスファイヤーハリケーン。何かわからんがくらレッドバインド。貴様。次はない。マジシャンズレッドプラスシルバーチャリオッツ。イソップの話にある。寒風では旅人は衣をまとうだけだが、暑さは根を上げさせる。炎の生物探知機。張り口出しのキャラ。私たちと戦おうなどとは100年早えぜ。通常ポルナレフと射撃キャラではディアボロとの対面は不利なのだが、アブブルならババニシングを無効化するレッドバインドがある。他にもジョータロウといった射撃キャラが苦手とするガード持ちの近距離パワー型に対し、正面から対抗できるのがアブブルの大きな強みだ。
さて相方のアルティメットも解放できたところで後半戦に備えていこう。進行方向に他のペアがいるがとにかくクロスファイヤーをばらまいて牽制しながらガンガン前に進もう。あとはどのポジションを確保していくかだがブブルがいる戦場ではただ高台を抑えればいいというわけじゃない。正面の建物上から攻撃してくるアブブルがいるがクロスファイヤーはあのような高台にも届く。通常高台を取るのが大正義なのがこのゲームだが、爆発と炎上の範囲攻撃により不利なのは足場の狭い向こうの方だ。屋上を放棄して下に降りるならそれもよし、降りないのならばこのまま攻撃を続けて消耗してもらうまでだ。よし相手はたまらず建物を飛び出していったな。さあ後半戦はこのまま有利なポジション取りを意識しつつ後半戦と行こう。アブブルの射撃は当たる当たらないに関わらずとにかくばらまくことが重要だ。爆発と炎上によって与えられるプレッシャーは結構なものだし火力が高いので当たった時のリターンもでかい。ただ命中率が悪いのでばらまいているところを撃たれないよう、放物線に飛ぶ弾道と地形を使って一方的に攻撃できる立ち回りを意識したい。それさえ注意すれば隠れて体力を温存しようとしているものなんかもいぶりだし、そのポジションを放棄させることで他のプレイヤーとぶつけることができる。さあいい感じになったところでそろそろ仕掛けていくか。焼き尽くしてやるクロスファイヤーハリケーン熱させ数体で飛ばすことが可能。そして私のクロスファイヤーハリケーンを改めてくれ。炎を自在に扱える。ご対面。それが人間じゃねえ。あの世へ行きやがれ。いやこれ笑えポルナレフ。前はこんな下品なこと思いつくやつじゃなかったのに。アルティメット2連発で残存のペアの大半を吹き飛ばし、残ったキラも相方が仕留めてくれて勝利。キラのアルティメットは2発とも私の炎に吸い寄せられて不発に終わった模様。今回はいい感じに屋外でクロスファイヤーをばらまきながら前線のラインを上げて他のペアを押し込み、こちらに有利な状況で追い込みをかけることができた。そしてこれが今シーズンから実装されたビクトリーショットのフィルター機能。特にセルアニメフィルターがめちゃくちゃかっこよくて光源も気にしなくていいのでかなりのお気に入り。そしてこちらの動きにバッチリ合わせて前線の維持や的確な援護をしてくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。よろしい。この私が相手になろう。今度の相方はジョリーンだよ。さて満を持しての実装でまさかの射撃タイプとなったアブブルだが、改めて従来の射撃タイプとは異質で扱いの難しさを感じるキャラ。攻撃リーチが短く足回りが普通のキャラに対しては、アルティメット抜きで開けた地形であればレッドバインドからの引き打ちで完封できるほどの優位性を持つ。しかしそれとは異なる機動力が高くて間合いの調整が難しいキャラやリーチの長いキャラに対してはレッドバインドの優位性を発揮できない。そういったキャラには接近される前に射撃でダメージを与えて下がらせる必要があるのだが、アブブルの射撃は瞬間火力も命中精度も難があり爆風のみを当てても100ダメージとスズメの涙。そのためリーチの長い相手に対しては距離が離れているうちに気合でダメージを稼ぐか、市街地などの移動場所が限定される地形で迎え撃ち爆発と炎上を使って攻撃するのが推奨される。無論従来の射撃持ちのキャラとの正面からの撃ち合いはもってのほか、アルティメットを使う以外での撃ち合いでは勝ち目がないので車線に入るのを避けて障害物の影や高台から攻撃を心がけたい。といった具合に射撃タイプでありながら開けた地形が苦手であり、屋外線メインの農場では攻撃リーチが短い相手以外には基本的に不利というなんとも稀有で運用が難しいキャラだ。さて相方がリゾットをダウンさせてくれたのはいいのだが周りはプレイヤーだらけだ。早いところ相方にチップを取ってもらってトンズラしたいが。うわなんだあのブチャラティ。突っ込んでチップを取るなりトンズラしていってしまった。レッドバインドを構えてボタンを連打していたけど一瞬カーソルがあったのに反応しなかった。もったいない。しかしこうなってしまった以上は仕方がない。これ以上は無理をせず回復をして次のチャンスを待った方がいいだろう。さて後半のエリアはディオの館周辺か。外にいるのは危険なので一旦中で様子を見るか。この館、何か恐ろしいことが起こりそうな予感がする。中では誰が待ち伏せしているかわからないので慎重に索敵していこう。
アブブルの射撃は爆発によって薄い壁や天井越しに相手がいた場合ダメージを与えてそれによって探知もできる。なんだ相方が飛び出したぞ。全力で倒す。おお、私が登ってくる間に瀕死のプレイヤーを見つけて倒しに行ってくれていた。これで相方もアルティメットを解放できて後半戦の準備ができたな。その間に他のペアが館の屋上を抑えたようだがアブブルなら高台に敵がいても不利にはなり得ない。下からガンガン爆撃して揺さぶりつつ少しでも消耗させよう。さあこのまま館正面で後半戦だな。さて館の屋上の足場はどんどん狭くなっている。屋上からフーゴがチョコラータ戦法をするつもりだったようだが不利になっているのは向こうだ。よしたまらず飛び降りたな。図に乗るんじゃねえぞ。どういうこと？非常にまずい。館の入り口前は大混戦だな。とりあえず入り口を炎で封鎖だ。あそこよ。許さん。ファイヤーハリケーンバリエーション。炎には異常なし。おっともう体力がギリギリだったか。今のは多分さっきのヌスクとブチャラティだな。これでチップを補充して再度アルティメットが使用可能だ。まだ兵の中に3人いるはずだが動きがないな。かといってこの門をくぐるのは危険だ。他のプレイヤーが動き出して狙いがついたら次のアルティメットで制圧したい。なめてんじゃねえぞ。まだだ。クロスファイヤーハリケーンスペシャル。地獄を貴様に L2U。 もう切れる。おとなしくして。二人で行くぞ。レッドバインド。食い止める。恐れ入る。さあ今だ。いい加減にしろよ。恐るべきパワー。バカだ。まだ終わっていない。踊れ。メルシーボーク。レッドバインドとストリングジェイル、荒縄と糸で交互にプッツン中のジョウスケを効果切れまで拘束し最後は相方のとどめで決着。というわけでアブブルでした。爆発炎上効果のある射撃により屋内や高所への攻撃もでき、近距離自衛スキルも持っている特殊な射撃キャラ。アルティメットは圧倒的な火力と制圧力を誇り、一発目の必要チップも少ないのでペア戦適性が高い。ただし通常射撃の扱いづらさから苦手な相手が多いため弱点も多い難しいキャラだ。そして怒涛の攻めと華麗な連携プレイで見せてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。